おお。皆さんこんにちは、わたたびです。今回は岐阜県の山あいに佇む一軒宿に宿泊します。人気の温泉街から少し離れた場所に宿はあります。場所は岐阜県の北部、飛騨地方に位置する高山市。奥飛騨温泉郷平井温泉にある古民家造りの一軒宿、松鳳園に宿泊します。一体どんな宿なのか楽しみです。左ですね。よいしょ。うわ、ロープウェイやな。スキーかな。これスキー場かな。どうなんでしょう。はい、こちらですね。はい、到着しました。はい、到着しました。今来た道の反対側から来ると標高の高いところから一気に、下っていくのですごくね綺麗な景色を見ることができます。今こちらの、気温はですね20度しかありません。なのでめちゃくちゃ涼しいです。多分大阪の方はね36度とか7度ぐらいあると思うんですけど、こっちの方はね30度ぐらいしかありません。標高が1250メートル付近ですかね。もう少し高い位置にあるかもしれません。で、こちらはね一応ツキノワグマ生息地になるんで、ここはねすごく有名な観光地で、お客さんもね多いんでそんなにクマは出ることはないと思うんですけど、クマ対策は必要かなと思います。早速ね滝の方見に行きたいと思います。はい、もうね駐車場から滝が見えてますね。もう見えてるんで滝までの距離はそんなに遠くないです。いやーめちゃくちゃ涼しいですね。ちょっとね肌寒いぐらいかもしれません。すごくゴツゴツとした岩がねたくさんありますね。おお、いやなかなか迫力があります。こちらですね。はい。
ちらはですね、幅6メートルで落差64メートルもある飛騨三大名瀑の一つです。2月頃に来るとね、この滝は凍るそうなんですけど、ライトアップもしてるみたいです。いや、すごいですね。ただお客さんがね、一気に来ました。大人気の滝です。でこの先はね、奥飛騨温泉郷とか白地温泉とか人気のね観光地がたくさんあるんで、こちらも人が多いようです。はい、めちゃくちゃ良かったです。やっぱりね、落差50メートルを超えてくると迫力が違いますね。おお、観光バスが来るぐらい人気のスポットです。早く来といてよかったです。はい、すごくいい滝でした。ただ観光バスも来て、お客さんもたくさん来ました。車の中はもう一瞬で暑いです。次の目的地はね、もうすぐそこにあります。煽られてる、煽られてる。ベタ付けされてる。そんな急いでもな、人生楽しないでな。そんなベタ付けせんでええやんかね。こちらですね。あ、いっぱいや駐車場。あ、ここか。よいしょ。一回入ったよね、ここ。入ってはったな。うん。あなた。入ったよ。うん。はい、到着です。はい、こちらはですね、奥飛騨温泉郷の中で一番古い歴史を持つ温泉地で、標高1200メートル以上の山の中にあります。落ち着いた素朴な雰囲気なんですけど、趣もある温泉地です。で、宿泊施設は20数軒あるそうで、各宿泊施設を合わせて40本以上の源泉があります。こちらの名物は半体卵という温泉卵で、黄身が硬くて白身が半熟の温泉卵なんだそうです。食べたことないんで、もし売ってたら食べてみたいと思います。こちらの温泉地はいつか宿泊してご紹介したいと思いますので、周辺はあえて散策しません。で、今回ね、寄った理由は気軽に立ち寄れる温泉があるので来ました。で、すぐこちらはですね、星野リゾートの、界ですね。界奥飛騨になります。星野リゾートがあったりするんで、すごく人気の温泉地だと思います。はい、こちらに足湯がありますね。はい、せっかくなんでね、入っていきます。鉄の匂いとね、ちょっと卵の腐ったような匂いがします。泉温の方は結構厚めです。足湯に左足使って、でその勢いでズボンのまま足湯に使っちゃいました。はい、こちらが豊坂家住宅っていうみたいですね。すごいかやぶきの屋根の上がもう森になってます。でこちらが人気の露天風呂です。昔の道具がたくさん置いてますね。この辺は豪雪地帯なんで、スキーとかソリが置いてますね。もういつの時代のスキーなのかわかんないですけど。はい、こちらです。もうね、すごいお客さんが多いです。はい、こちらがね、男湯で、こちらが女湯になります。女湯の先はお食事どころですかね。こちらはお食事どころですね。今はまだ準備中です。こちらのかやぶき屋根の中も入れるみたいですね。ちょっと行ってみます。こちらの建物は何でしょうか。ピンコーラが売ってます。すごい。休憩スペースですかね。はい、こちらはね、一回ね、入浴したことあるんですけど、鉄分を多く含んだ茶色いお湯が特徴の温泉です。泉質は炭酸水素塩、塩化物泉です。
こちらに料金箱があるんですけど、こちらのね料金箱に300円入れて自由に入浴することができます。お客さん多いんで移すことはできないんですけど、入ってきました。めちゃくちゃいい湯でした。すごくいい湯なんですけど、もう次から次へとねお客さんが来ます。もうかなり人気の露天風呂です。で、すぐそこにですねお土産屋さんがあるんで、そちらの方にちょっと寄ってみたいと思います。この目の前に見える建物がそうですね。あ、来たことある。あるよ。無料です。あありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちら90分以内だったら駐車料無料みたいです。以前来た時はこんなんなかったと思うんですけどね。こちらアルプス街道平湯ですね。隣にはねバスターミナルがあって、お客さんがねすごく多いです。海外の方がねすごく多いですね。でね、皆さんね山を登る格好をされてるんで、そういう登れる山があるんですかね。いや、これ面白いですね。こんなお土産初めて見ました。はい、お土産見てきたんですけどね、もうすぐそこが長野県なんで、長野のお土産と岐阜のお土産がたくさん置いてました。わさびチョコレートとか山椒チョコレートとか、見たことないようなお土産がねたくさんありました。岐阜といえばこれですよね、明宝ハム。こちらも長野のお土産になるんですけど、リンゴのドライフルーツです。全く関係ないんですけど、こちらの輪切りレモン買いました。この辺はねすごく観光地が多いですね。ちょっと行けばね沢安温泉とか白骨温泉ですね、福地温泉があって、奥飛騨温泉があって、あとね新穂高温泉とか、すごく観光地が多いですね。こんなん買って車で丸かじりしてる人いてるんですかね。すごくしっかりしたハムですね。歯ごたえがすごいです。反対卵がね売ってなかったのが残念なんですけど、今日宿泊する宿の近くにね忍砂防園庭っていうね見どころのよくわからない B 級スポットがありますんで、ちょっと寄ってみたいと思います。それでは行きます。熊牧場っていうのがありますね。熊牧場。ちょっとどうしようかな。熊牧場行くの？ちょっとね気になるんで熊牧場に行ってみます。今回はね冒険はしないんで、ベタな観光地に行ってみたいと思います。ベタなのかな、有名なの？わかんない。熊牧場。熊牧場どこ？今26度ですね。結構暖かくなりました。それでも26度、この日中で26度ってだいぶ涼しいですね。熊牧場の看板出てきました。熊牧場あった。あれか。これですね。ちょっと寄ってみます。これ本日のイベント子熊の記念撮影。あまりねこういう動物園というかこういうとこ動画で紹介したことないんですけど、ちょっと自分のチャンネルのジャンルに合うんかわかんないですけど、ごめんなさい、ちょっと気になったんで行ってみます。お客さん多いね。人気なんかな。止めます。はい、到着です。はい、到着しました。ちょっと行く予定にはなかったんですけど、こちらの熊牧場にちょっと行ってみます。本当はね冒険とかしたかったんですけど、この辺りね結構ご紹介したことある場所が多かったんで、ちょっとこちらに来ました。
ちょっとね一回チケット買ってきます。大人2人。あ、お土産か。熊の油、やけどとか手荒れ、アトピーに効くみたいです。面白い。熊グッズがねたくさん売ってます。これ後で見るもんね。うん、後で見るもんでも気になるじゃん。はい、じゃあね、お土産は後で買って先にね熊を見に行きます。すごい、熊力ドリンク、これ後で買ってみます。熊牧場の入り口は上みたいです。うわ、ホッキョクグマ、ヒグマ。あ、ちなみにね、入場料は大人1人1100円でした。ホッキョクグマ初めて見たかもしれません。すごっ、でかっ。こんなんと出会ったらめちゃくちゃ怖いですね。結構ね上に登っていってますね。入り口はこっちですね。うわ、なんか犬みたいな鳴き声ですね。すみません、じゃあビスケット1個。お一つ100円になりますね。はいはい、ありがとうございます。はいありがとうはい、熊の餌買いました。100円でした。あ、丸々1個リンゴって、なんかいろんな餌やり体験ができるみたいですね。あ、熊います。下の方で待ってる。かわいい。かわいいやん。熊ってかわいいねんな。はい、餌あげてみます。餌はね、すごく草の匂いがします。餌はこんなんです。おいおいほい。うわこちらね、ヒグマが消されてるんで、もしかしたら昔はヒグマがいたのかもしれません。ちょっとね、子グマと写真が撮れるみたいなんで、あと5分で終わっちゃうみたいなので、先ね、こちらの方覗いてみます。はい、こんな感じです。熊と写真撮ってきました。両手離してくださいって言われたんで動画は撮れなかったんですけど、1000円で記念撮影ができました。すごくね可愛くて、餌をね右手であげるんですけど、もうふわふわ言うてましたねめちゃくちゃ可愛かったです。オッケーオッケー。ほい。あら。鈍いな。でもゆっくり取りに行くねんな、餌。そう。うん、いくよ。ほい。あ、うまい。いけた上手上手。あ、見て、ちょうだいちょうだい言うてる。オッケー。一応それぞれ名前があるみたいなんですけど、どれがどれかわかんないですね。お昼休憩の間は閉まるみたいですね。はい、楽しんできました。熊がいるブースが、5つぐらいあって、で、餌をあげながらね楽しむっていうような場所でした。残念ながらね今はヒグマがいないようです。ここで見れるのはツキノワグマのみとなります。はい、結構面白かったですね。熊がねちょうだいっていうジェスチャーをするんですけど、それぞれ個性があってねすごく可愛かったです。やっぱり実際に自然の中で出会うと多分めちゃくちゃ怖いんだと思います。これ買おう。ああ、なんか一気に暑くなりましたね。よいしょ。でこちらお土産です。サルボボなんですけどね、熊のサルボボです。まあこれ自分のじゃないんですけどね。あとこちらお土産に買いました
熊力やったかな。美味しいよってすごく押されたんで買いました結構冷えてるんで飲みます。匂いはちょっとあれやね、きついね。うわ、栄養ドリンクとなんかを混ぜたような匂い、なんか一癖ある匂いやね。一癖ある。うん。よく売ってる栄養ドリンクの味ですね。別になんか癖があるとかそんなんはなかったです。一応ね、清涼飲料水みたいです熊牧場に来たら飲んでみてください。それではね、向かいます。こっからね7分ぐらいの場所で、宿はねこっから5分ぐらいの場所にあります。今回はすごくねほのぼのした動画になっちゃってると思いますが、ご了承ください。これかなあ、これだ。タルマの滝で、ここに止めるんかな。はい、うん。あ、ここですね。はい、到着しました。はい、到着しました。こちらがタルマの滝っていう滝があるみたいなんですけど、滝って言ってもね多分人工的な滝だと思うんですけど、ちょっと行ってみます。こちらにタルマの館っていうのがありますね。お休みどころ、この上ですかね、お休みどころは。こちらは鍵がかかってます。で、滝はこっちですね。これは何の木の実ですかね。こんなん見たことないですね。そちらにね滝があるんですけど、このね滝の下を通ることができるみたいです。で、入り口はねこちらになります。ではね、早速行ってみたいと思います。砂防ギャラリートンネルイルミネーションタルマ姫。わ、すごい音がしてます。うわ、涼しい。中はめちゃくちゃ涼しいです。すごい。しかもトンネルが長い。はい、うわ、怖っ。なんかバキバキ言います。怖い。すごい音。うわ、すごい。これ映ってますかね。いや、すごい迫力です。ちょっとね、恐怖を感じるほどの勢いです。これは何ですか。なんか絵馬がたくさんあります。何でしょうか、これは一体。あそこしか滝は見ることができないですね。はい、ここで行き止まりになってますね。こちらで行き止まりです。滝の音がすごくて音声が入ってたかどうかわからないんですけど、思ってた以上に迫力があってすごいとこでした。まあ滝の裏側を楽しむっていうだけなんですけど、はい、こんな感じの場所でした。お客さんもね誰も来ない、すごく B 級なスポットですけど、意外と迫力がありました。この真下にいたんですね。ここから見てもすごいですけど、やっぱ間近で見ると迫力がありますね。いや、すごくのどかな場所です。はい、それでは宿の方に向かいます。って言ってももうすぐそこなんですけどね。よし。この辺りですね。駐車場が
到着しました。こちらがですね、小宝園っていうお宿になります。早速、チェックインします。建物自体はね、そんなに古くはないと思うんですけど、なぜか趣を感じます。すごい。はい、めちゃくちゃ楽しみです。こちら玄関入ってすぐ左手がフロントですね。で、こちらがね、お食事どころみたいです。ちょっと2階もあるんで見てみます。フロントの2階はこんな感じでくつろげるスペースになってますね。こちらお食事どころですかね。フロントの2階はこんな感じですね。はい、こんな感じでめちゃくちゃ広いですね。で、こちらは中庭になってます。で、ちょっと映ってるか、真正面の建物がね、大浴場になると思います。こちらもね、後で見てみます。こんな感じで、中庭でですね、くつろぐこともできます。ではね、今日泊まるお部屋の方に向かいたいと思います。すごくおしゃれですね。こっちは何でしょう。こっちは客室ですね。こちらはトイレと自販機があります。今日泊まるお部屋は、このまままっすぐ行った左手になります。こちらの花田というお部屋になります。それではね、早速行ってみます。玄関入ってすぐこんな感じです。はい。で、こちらがお部屋ですね。で、こちらの襖は布団が入っています。で、玄関からすぐこちらの扉が、トイレですね。こちらトイレですね。はい。こんな感じの8畳の間になります。こちらは、暖房があって、で、あちらにもエアコンがあります。で、こちらには、テレビと、金庫ですね。こちらは、浴衣とか、あと、タオルですね。アメニティが置いてあります。バスタオルとか、ハンドタオルですね。ちょっと見てみますね。はい。特に印字のない、無地の、フェイスタオルが入っています。この巾着は、ドライヤーですね。はい。カゴも、用意してくれてます。はい。こんな感じのすごくシンプルなお部屋になってます。で、こちらのお部屋は月見台付きって書いてたんですけど、おそらくこちらのことだと思うんですけど、なるほど。はい。こんな感じで、中庭を眺めることができます。で、左側は、洗面台ですね。洗面台と冷蔵庫があります。こんな感じですね。中庭と思えないほどなんか大自然です。こちらの月見台のスペースは、かなり広いです。椅子が一つしかないんで、一人しかくつろげないですね。はい、こちらがね、館内の案内図になるんですけど、この辺りにね、駐車場があって、で、こちらが玄関になります。で、玄関入ってすぐ右手がですね、お食事処になります。
で、左手がフロントですね。で、今回泊まるお部屋はですね、そのまま突き当たりを右に曲がって、こちらの通路をまっすぐ行って、こちらの花田というお部屋になります。迷おうかなと思ったんですけど、案内図を見ると、かなりシンプルな館内となっています。今回泊まるこの部屋から、すぐこちらにですね、縁西の湯という家族露天風呂があります。こちらで後で行ってみたいと思います。こちらがですね、のどかの湯という大浴場になります。3000坪の敷地内に3本の源泉があって、浴槽に流れ込むお湯は水で薄めることのない天然温泉です。泉質の方がナトリウム炭酸水素塩泉ですね。24時間入ることができるみたいです。こちらの宿はお昼の2時からチェックインできます。で、チェックアウトは10時ですね。で、夕食の時間が午後6時から。で、朝食の時間が朝の8時からですね。こちらがですね、お茶ですね。お茶とお月菓子がありました。奥飛騨見聞録っていうお菓子になりますね。奥飛騨の銘菓ですね。こんな感じですね。すごくね、柔らかいですね。見た目はね、大きな潰したパイの実みたいな感じです。ちょっと半分に割ってみます。お餅が入ってますね。はい。こんな感じで、ごめんなさい。ちょっと割り方汚いんですけど、生地の中には粒あんとお餅が入ってます。回転焼きとか、たい焼きの匂いがしますね。程よい甘さで、すごく美味しいです。で、中のお餅がね、すごくアクセントになっていいですね。これ、お土産にあったら買います。はい。それではね、貸し切り露天風呂の方に行ってみたいと思います。はい。こちらの突き当たりを左です。こちらですかね。はい。貸し切り風呂が2つあります。でまずはね、この右側の方を見てみます。ちなみにこちらもね、24時間入れるみたいです。はい。中はこんな感じで、すごく趣があります。はい、今電気つけたんですけど、こんな感じです。めちゃくちゃ良くないですか、これ。最高ですね、これ。はい。で、こちらはですね、冷房とか、扇風機はありません。はい。じゃあね、もう早速ちょっとお風呂の方見てみます。はい。すごい。めっちゃいい。こんな感じですね。源泉かけ流しの天然温泉になります。で、もうすぐそこはね、渓谷になってるんですかね。川の流れる音と、鳥の、鳴く声しか聞こえてきません。めちゃくちゃいいですね。こっからね、温泉が湧き出てます。こちらにはね、ボディーソープとシャンプーが、用意してます。温泉の成分がびっしりですね。お湯はね、無色透明なんですけど、こんな感じで、この温泉の成分がね、すごく浮いてます。ちょっとね、なんか野湯感がありますね。温泉の独特の匂いがします。はい。めちゃくちゃいいです。日の光が差してすごくね、気持ちいいです。森林浴しながら温泉に入るって最高ですね。めちゃくちゃ最高です。雨の日に入る露天風呂もすごく良さそうです。こちらの貸し切り風呂も見てみます。はい。
こちらはこんな感じですね。向こうの貸し切り風呂と反転させたような感じです。こちらはこんな感じですね。右側の貸し切り風呂は岩もねゴツゴツしてすごく入りにくかったんですけど、こちらの貸し切り風呂はすごく入りやすいです。外の景色は右側のお風呂の方が良かったように感じます。はい、こちらがね貸し切り風呂なんですけど、大浴場はこちらの方です。通路があるんで雨の日でも、大浴場の方に濡れずに行くことができます。こちらですね。こちらがのどかの湯ですね。右側が女湯で左側が男湯になります。こちらのね中庭から大浴場に行くと、こんな感じです。はい、いやむちゃくちゃ風情がありますよね。すぐ横は道路になってるんで車の音が聞こえてくるのがちょっと残念です。大浴場の方も入ってみます。めちゃくちゃすごいです。こちらが脱衣所になるんですけど、もうすぐそこは浴槽になってます。で、この浴槽の向こうは露天風呂ですね。いや、これはすごいですね。こちらが洗面所になります。外はねガラス張りになってるんで、冬に来ると雪を見ながら温泉を楽しむことができます。それでは温泉を楽しんできます。入ってきました。こちらのね大浴場の方は本当にね最高でした。貸し切り風呂の方と泉質は一緒ですけど、内風呂の方は厚めでした。って言っても42度ぐらいだと思います。貸し切り風呂の方がほとんどねお客さんが利用されてないんですけど、こちらの大浴場に行ってその理由が分かりました。本当にいいですね。すごく趣があって雰囲気のある浴槽でした。あとは夕食の時間まで部屋でゆっくりします。よいしょ。それではね6時になったんで、食事どころに向かいます。こちらですね。夕食はね、こんな感じでめちゃくちゃおしゃれです。こちらは、これは地鶏です。鶏か。ナマズの刺身って初めて食べるんやけど、癖ないよ。ナマズからいただきます。ナマズって言われたらわからんよね。癖がない。ないよね。食感がすごいね。ある。弾力ね。どっちかというと川魚っていうよりも、海の魚って感じやね。これ地鶏のたたきやね。美味しい。九州で食べた時さ、タレにさ、癖があったよね。あった。醤油やと食べやすい。お吸い物を熱々。美味しい。土瓶蒸しみたいな感じやね。お料理がどんどん出てくる。こちらイワナの塩焼きです。はい、お願いします。失礼いたします。おお、すごい。すごいね、これ。すっごい分厚い。こちら飛騨牛のローストビーフです。味がついてるって言ってました。うまっ。
こんだけ分厚いけど、うん歯いらんで。今まで食べたローストビーフで一番美味しい。マジか。うん。冷製茶碗蒸しですね。すごい美味しかっめちゃくちゃ具入ってる。た。そう。いや、これめっちゃ美味しい。チーズ豆腐って言ってた。チーズ豆腐うん、美味しいの。チーズ豆腐なんや。すごい弾力。ほんまや、チーズの味する。美味しいよね。美味しい。こちら、飛騨牛ですね。真ん中にお味噌が乗ってるんですかね。めちゃくちゃ美味しそうです。こちら、飛騨牛です。熱々やね。熱々のままいただきます。めちゃくちゃ柔らかい。でも飛騨牛ってさ、しつこくないよね、油がね。なんか胃もたれせえへんっていうような飛騨牛ってね。野菜だけになっちゃったうさぎになった気分。飛騨牛控えめコースと、堪能コースってあって、こちらは、堪能コースになりますね。ここ料理めっちゃ多い。また来ましためちゃくちゃ多いです。いや、結構量あるね。茶そばも、めちゃくちゃお腹いっぱいです。ごちそうさまでした。よいしょ。よいしょ。あ、布団敷いてくれてます。向こうのカーテンも閉めてくれてますね。はい、ご飯を食べてきたんですけど、すごく美味しかったです。人並みに食べる方だと思うんですけど、めちゃくちゃお腹いっぱいになりました。お酒とか飲む人は食べきれないかもしれないですね。どのね、料理も美味しかったんですけど、ローストビーフが一番美味しかったです。部屋を出た瞬間、すごくね、温泉の匂いがします。貸し切り風呂に入りたいと思います。真っ暗。よいしょ。山あいにあるんで夜は消えますね。24時間入れるのがすごく贅沢ですね。入ってきました。部屋でゆっくり過ごして今日は寝たいと思います。おはようございます。いつの間にか寝てました。それではね、朝風呂の方に入りに行きたいと思います。よいしょ。最高です。ちょっと明るくなってきましたね。ちなみに今は朝の4時半過ぎです。時間関係なく早朝から入るのがすごく贅沢です。はい、入ってきました。ちょっとね、露天風呂がぬるかったんで、大浴場の内風呂の方に入りに行きます。よいしょ。入ってきました。外もね、だいぶ明るくなりました。それでは8時になりましたんで、朝食の方に向かいます。めちゃくちゃいい天気です。朝食はこんな感じです。いただきます。すごいあさりで
あさりの出汁が効いてる。美味しい。うん、美味しい。ご飯の代わりができるみたいです。ごちそうさまでした。めっちゃいい天気やね。朝ごはんの方食べてきました。すごくね、ちょうどいい量で良かったです。岐阜県の名物、明宝ハムとかあってね、すごく美味しかったです。はい、でもうそろそろチェックアウトするんですが、こちらのお宿はですね、ほとんど従業員と会うこともなく、本当に部屋に入ったらね、温泉に入ったりとか、こういうね、月見台でくつろいだりとか、自由に過ごすことができます。温泉もね、夜中も入れたりするんで、遅めの時間にチェックインしても、温泉の方は十分楽しむことができます。従業員のお姉さんもね、すごく気さくな方で、めちゃくちゃ面白い方でした。で、気になるこちらの料金なんですけど、大人2名で1泊2食付き35,700円でした。あと曜日によってもね、値段がね、変動するような感じがしました。飛騨牛を楽しみたいって人はね、飛騨牛堪能コースにして、たくさんお酒飲まれる方は、飛騨牛控えめプランとかにしてね、お酒を、ゆっくり楽しんだらいいのかなと思います。貸し切り風呂も良かったんですけど、やっぱりね、そちらに見えてる大浴場、こちら本当に良かったです。貸し切り風呂にお客さんが来ない理由がすごく分かりました。夕食のボリュームがかなり多くて、館内もね、中庭があって、で、貸し切り風呂もあって、で、大浴場もね、すごく良くて、宿泊中は好きな時間に入れるんで、これがこの値段だったら安いのかなと思います。はい、っていう感じでした。今回はね、岐阜県の、奥飛騨温泉郷にある正法園に宿泊してきましたが、いかがだったでしょうか。この辺の観光スポットも楽しめて、温泉も楽しめて、すごく良かったです。それではチェックアウトします。はい、チェックアウトしてきました。山間部なんで、ちょっと肌寒いぐらいですね。多分日が出るともうすぐ暑くなるとは思いますけど。はい、それではね、次の目的地に向かいます。温泉を楽しみたい人は、本当におすすめの宿です。